生まれた場所がたまたまその国で貧しかっただけで何もやりたいことができないという人たちが世の中でもう減ってますよ。すでに減っていってるんですけど、もっと減っていくためにこう何か声を上げていきたいなと思ってますね。こうお金を稼ぐというビジネスとはまた別で影響力を手にすることがそういったことにもつながると思ってるので、やはりビジネスでの成功は僕にとっては絶対必須で。そもそも金儲けをしようと思って投資家になったんじゃないので、僕の投資家の姿って2極があって、これは儲かるかもしれないという投資と、これは儲からないけど社会意義があるから投資しようっていう2つの投資の仕方があって、あとは僕が今起業している NowDo っていう会社があるんですけど、これはエデュケーションテクノロジーって、分野的にはエドテックに入ると思うんですけど、さらに僕らはスポーツに特化してやっていこうと思ってたりするんで、だから大きなところで言うと本当にそういう不動産とか食料系、フード系、エネルギーとか、マクロで興味ある分野もたくさんあるし、いつかそういうところにも大きな勝負を仕掛けたいなっていうふうに思ってますけど、当然ながらビジネスにおける自分の立ち位置、サッカーでやってきたように何事も全ていきなりっていうのはやっぱりなく、みんな一つ一つ成果や実績を作っていきながら、とんでもないそのチャレンジが次に待っていると。紹介で来る案件がほとんどなんですね、まず。で、紹介者が誰かっていうのはまずもう一番大事ですね。僕はもう場合によっては紹介者が信頼できる人であれば、何だったら別に起業家見なくても全然投資できます。それぐらい紹介者が誰かっていうのはもう本当に想像以上に大事で信頼しています。金になりにくい本質にお金を投入しなければ、でこれまでしてきたわけですよ。で多くのいわゆる偉人たちが今のこの日本や世界を築いてきてくれた歴史を勉強すればするほどすごい人がおったんやなって僕も日々学んでるんですけど、でもそれを逆に言えば感謝しつつ誰かが続いていかないといけないわけじゃないですか。ほんでそれをもっと積極的に循環率を高めていかないといけないわけですよね。それを担っていくっていうことのワンピースを僕が担おうとしてるだけの話で、使命感を持ってやってますし、事業に本来であればならなかったようなものまで今言ったその金融機関を含めて興味を持ち始めているのはものすごく追い風で、これだけネットがもう浸透し始めてこの数十年経ってさらにこの情報が世界に行き渡ろうとしている中で、もちろんフェイクが多いですけど、何が大事かということはみんな考える能力がこう養われていってるのは確かだと思うんですね。要は何にお金を使うべきか。多分時間の問題だろうなと思いますけどね。それがスタンダードになる時代がすぐに来るだろうなと思ってます。プレーに集中してる時ってなかなかそういうことを考えたがらないんですけど、でもやればそんなに何の不都合もなくやれちゃうんで、そんな別にね1日5時間使えた話じゃなくて、別にちょっとしたことであれば1日1時間使えばやれるようななんかこう社会貢献活動とかもしくは事業ってあるんで、空き時間にねサクッと。見て見ぬふりできないというか、やれることからやろうと、そうまさにやれることからやろうって始まったもので流れで今につながってますよ。そんな別に大それたことを最初からやろうと思ってなかったんですよ。なんかこの子たちのために将来自分がサッカースクール作って、アフリカにも作って、
南米にもじゃあアジアにも作って、なんか子供たちにサッカーできる機会、そしてサッカー選手を夢に持ってほしいなんていうつもりで作ったのが2012年サッカースクールです。そんぐらいだったんですよ。まさに投資するなんて思ってもなかったし、でもいろいろ考えていくと、サッカースクールを世界に作ったとて、経済格差はなくならないんですよね。だから経済にもうちょっとコミットしなきゃってなって投資もし始めたわけです。なるほど。でスタートアップが将来 Google みたいになれば、Amazon みたいになれば、もしかしたらいろんなテクノロジーでいろんな社会問題貢献できるかもしれない、雇用を創出するかもしれない、ね、食料問題解決するかもしれない。そんなつもりで自分の小さい店にを上場企業みたいなでっかい会社じゃなくて、こんな問題を解決したいと思っているような優秀な天才たちに一票を投じることで、もしかしたら10年後世の中を間接的に僕が変えられるかもしれないぐらいに始めたのが3年前です。だからなるようになってきてるんですよ。なるほどなるほど。じゃあなるようになってたら、なんかいつの間にかビジネスで取材を受けるようになって投資家としてもなんか視点を聞かれるようになって、いやでももともと別に金稼ぎたくてやり始めたんじゃないかなと思って、個人的には時間を使ってる割合が多いのはやはりそのドリーマーズとそのナウドゥという、エドテックなので、僕自身のビジネスマンとしての成功を手にする上での一発目のゴールとしてはものすごい重要だと思います。投資家としてはもしかしたら3年前にやってるケースケエンジェルが一番フル株の事業なので、でこの分野って大体5年から10年かかるじゃないですか、いわゆるエグジットっていうものをするまで。ドリーマーズも大変なんですよ。思った以上に簡単には集まってなくて、集まってるんですよ。お金がしっかり集まってるんですけど、僕ら目標が高いんで、目標の満額はスムーズに集まってなくて、特にいい例を出すと、日本の銀行によく言われるエピソードはやっぱトラックレコードって言われるわけですよね。でも僕はこれもう本当物申したくておかしな話で、本質ってそこですかと。そもそも誰もが投資家だって0から1を始めるんですよと。なぜ0の人は参入できないんですかと。でしかも僕とウィル・スミスが手組んでこういうネットワークもあってこういうところに投資するって言ってるじゃないですか。それなのになんかルールがありましてって、いやいやちょっともうそういうのやめようよと思いますよね。そういう一般的な知識、お金回りの知識が一般の国民、僕含めて、僕も3年前まで一切そういうの分からなかったんで、実践で学んでってるんで、リテラシー低すぎませんっていう話ですね。だから学校で何を教えてるんですかって話なんですよ。企業の兵隊になるための歯向かわない、自分の意見を言わない、言われたことだけやってる兵隊を作りたいだけな教育しかしてないんですよ。僕らはもうちょっとスポーツで、そこまでまだ大枠を捉えるようなところまで改革はするつもりはないんですけど、あくまでもプロスポーツまたはオリンピックを目指しているような子どもたちに、夢を諦めずに成長させるためのサービスを展開するんですけど、僕が言ってるのはやっぱりそのジェネラルのところでちょっとお金の勉強しなさすぎてるなっていうのは思いますよね。僕ももっと子供の時何も教えられてないです。もっと教えてほしかったですよね。例えばですよ、プロスポーツでプレーしてるいわゆる僕と同業者、サッカーだけじゃなくていいですよ、全スポーツでオリンピック選手でスポンサーとして稼いでる人もいるじゃないですか。たくさんいるわけですよね。この人たち何も勉強してないわけですよ。だって僕は分からなかったですもん、何も。僕たまたまこのいわゆるそんなひょんな正義感からこんなことやり始めて実践で学んだわけです。僕だって学んでない、いまだに学んでないですよ、座学でもそんなこと。誰が教えるのかなと思いますよね。だからスポーツ選手がでもセカンドキャリア大変なんで、そういうことでしょ。お金の使い方もやっぱ分からないし、でもやっぱりすごい優秀になったらトップアスリートなんかだったら億を超えるような額ももらうわけじゃないですか。でもそれじゃあ税金の仕組みから、当然なんかお金の使い方から、じゃあ将来引退したら自分がどうやってお金を稼いでいくっていうビジョンから、誰が
なんとなくこうイメージ伝えていくのかなって思いますよね。そういう考えられるだけの知識がないですよね。アスリートって尊敬される今のラグビー選手がまさにすごいこうクローズアップされてて、僕の意見はプレーだけでやってたらダメなんですよ。その影響力を何に生かすかこそが大事です。はい。ラグビーだけでもこれだけの感動を与えているのはすごいことですよ。だからこそじゃないですか。彼らがひとたび何かを発したらどんだけの人が聞く耳に持つんですかっていう。でも知識ないおかげでその人たちが何か言ったらお前らはラグビーの練習だけしとけみたいなバカな一般人が何か言うわけですよね。僕もいっぱい言われましたけどお前サッカーの練習だけしとけです